1993年、アメリカのケンタッキー州に位置するのどかな町、ノックスカントリー。ここで世界を一変させる大事件が発生する。1993年7月1日、ノックステレコミュニケーションがメンテナンスのため、電話回線を停止。実はその数週間前、空気中に異臭が漂っており、これが後にノックス事件と呼ばれる最初の異変だったことが判明する。3日後の7月4日、例年通りにアメリカ独立記念日が盛大に行われる。しかし、この日が最後の独立記念日となることを、人々はまだ知らない。独立記念日から2日後の7月6日、ノックス避難措置が発令される。外州部の人々を退去させ、境界線には軍事的な封鎖線がその日設けられた。携帯電話などまだまだ普及途上なこの時代、ろくに相手と繋がらないこの状況に対して、人々は徐々に不安を募らせ始めていた。かくして物語は、ノックス避難措置が発令されてから3日後の7月9日、ウェストポイントのとある一軒家から始まる。葵、どこだ？あら、ようやく起きたのですね。あれ、タコ姉じゃねえか。なんでこんなところにいるんだ？なんでも何も避難措置が発令されたというのに、のんびり飲食店でバイトをしていたルームメイトであるあなたをわざわざ拾いに行って、運よく空き家に避難したのが、つい昨日の出来事ですよ。忘れてしまったのですか？ああ、そうだ。そんでそのまま疲れて私は寝てしまっていたのか。ってことは、もしかしてゾンビが街中をうろついてるというのは。信じがたいことに、これは現実ですね。なんかよくわからんが、これは葵に教えてもらったことが早速役に立ちそうだな。使えそうなものは遠慮なく拝借してくぜ。たくましいですわね。で、偵察に使いを飛ばしたのですが、外はかなりやべえ状況です。このままここに閉じこもるべきか、勇気を出して外に飛び出るべきか、かなり迷います。確かこの位置は商店街に近いんじゃなかったか？はい、あなたを拾って急いで駆け込んだので、逆に目の前の通りをまっすぐに行けばすぐですね。ならば、私らは今すぐにでもここを離れるべきだろう。長引けば人が物資を求めて商店街に殺到するのは必至。いつまでもここにいれば、野米数のゾンビの団体さんと出くわすことになるぞ。確かにそうですね。ならば、町外れにも私の別荘があるので、まずはそこを目指すのはどうでしょう？東北家って何気にすげえ金持ちだな。たまに海外でこういう仕事があるだけですよ。まあ、今回のもこれに関連して呼ばれたのでしょうけど、これは明らかに人災、完全に私の管轄外ですわ。本当にこのタコね、一体何者なんだ？ただのイタコ、まあ世間的に言えばただの占い師ですわね。たまに政府に借り出されますが。私たちがいるのはこの辺り、別荘はこの辺りになります。ちなみにこの辺りが商店街になりますわね。町の中心部からそこまで外れていれば、さすがにゾンビも少ないだろう。ここは商店街に面する大通りを避けて、突っ切るルートが良さそうだな。確かに、昨晩は逃げ惑う人々による車の衝突事故まで発生してましたね。今やかなり危険な状況になっているので、気をつけて進みましょう。出待ちはされてないみたいだな。よし。何を見てよしと言ったのですか？普通に気づかれてこっちに向かってきてますよ。マジかよ。走ってこねえから気づかなかったぜ。幸い、早歩きゾンビよりこちらの徒歩の方が早いみたいなので、歩いてる限り追いつかれることはなさそうですね。なるほど。その発見は何かに利用できそうだな。この森を抜けたら、あとは一本道ですわ。しかし、歩く死者といえばホラーの定番だが、こいつらタコ姉の力でやっつけられたりはしないのか？呪いの類であれば私の力で秒殺できたのですけどね。残念ながら、これはホラーというより、もっと科学的な事象、私よりも葵ちゃんの出番ですわ。改めて言われると心配になってくるな。葵たちは無事なのだろうか？今女の人の悲鳴がしたぞ。まずいですわね。悲鳴につられてゾンビが大勢寄ってくる前に駆け抜けましょう。で、日本では何かあれば鉄壁の要塞と化す東北家にズンちゃんたちが皆さんをしっかりとかくまう算段となっているので、少なくとも私たちのこの状況よりはよっぽど大丈夫だと思いますよ。前に遊びに行った時に見せられた忍者屋敷と秘密基地が合体したみてえなシェルターか。なんといっても栄養豊富な大豆枝豆栽培付きですわ。それって毎日3食ずんだ餅。まあ、食事事情だけが心配ですわね。あれ、さっきから下に見えるでっかい建物は学校ですわね。人が集まる場所だけにゾンビの数が多すぎるので、さすがに今の私たちに学校暮らしをするのは無理ですわ。そっか、学校の教室でテント張って生活するの、ちょっと憧れたんだけどな。中地路まで来たらもうすぐですよ。あとは少し先に見える長いフェンスを延々とたどれば見えてくるはずですわ。ほい。タコね、あそこに教会と墓地が見えるのですが。だから、この状況はホラー映画などではないですわ。墓地から死者を蘇らせるのではなく、生きた人を死に至らしめるという、もっと最近兵器的なやつです。とはいえ、墓地の近くに住むのはなんか嫌だな。豪に行っては豪に従えです。そんなことより、あのフェンスに囲われたのが目的の家ですわ。お隣さんは、どうやらいち早く異変に気づいてバリケード化したみたいですわね。よし、それじゃあ周囲のゾンビは私が引き受けるから、タコ姉は頃合いを見て家を確保してほしい。
この数を引き受けるって一体何をするつもりですの？こうするんだよ。おい、茜様ならこっちにいるぞ。この鎖セットかこら。まさか自分をおとりにするつもりだとでも言うのですか？おし、狙い通り歩いてる限り準備は追いつけないみたいだな。強靭な筋力を持った妹と違って貧弱な私が武器もなしに戦う選択肢は限られる。だが戦って勝つだけが生きる道ではない。奴らを塊にまとめたら教会の奥の森まで牽引して建物を使って視界を切りながらまとめて置き去りにしてやるぜ。指定ポイントまで向かう間は集まった奴らがはぐれないように蛇行しながら歩いてくのが良さそうだな。そういう一体に限って後々不意打ちをついてくるものだ。よし、ここまで牽引すれば十分だろう。日の影と家の死角を使って一気に引き離すぜ。一応坂見ながら走るか。おし、家の影に準備の気配はなし。いい感じに引っ張れたみたいだな。それじゃあタコ姉のところに戻るとしますか。やっほーい、戻ったぜ。茜ちゃん、よかった無事だったのですね。どこも噛まれたりはしてないですか？おかげさまでご大満足だぞい。ああ、よかった。いつか英雄のように死んでしまうのではないかと心配しましたよ。今後このような行動は慎んでください。善処するぜ。それよりも気になってるのがお隣さんなんだが。どうやらダメだったようですわね。茜ちゃんの叫びにつられて、中からものすごい勢いで叩く音が聞こえました。だがずっとそんな状況で放ってもおけまい。安眠は大事だぜ。では、今度は私が扉を開けるので、茜ちゃんは身構えてください。では、行きますわよ。はいはい、こっちですよ。みんな私には見向きもせず、茜ちゃんの方に行ってしまいましたわ。これでも暗いな。もう一体も来てますわよ。へいへい。よし、それではお隣さん家に教えるか。気をつけてくださいね。もう3体はいるはずですわ。あいよ。台所に死体が一つ。物音は上から聞こえるみたいだな。1階のクリアリング、よし、ですわね。茜ちゃん、階段の先で待ち伏せに注意です。いるとわかれば、走ってタックルかましちゃるぜ。この扉から叩く音が聞こえるな。うわ、一気に来たー。ここを一度外まで退避しましょう。ビビらせやがって。ドアを開けるのは私がやるので、茜ちゃんはクリアリングを徹底してください。ほいほい、そんな X 字にした足で大丈夫か？大丈夫ですわ。3、2、1。よし、お隣さん家からゾンビはこれでいなくなったな。私の別荘よりこちらの方が今となっては強固なようですが、どちらに避難しましょうか？予定通りタコ姉の家にしようぜ。ついさっきまで死体が転がってたり歩いたりしてた家で寝るなんてゾッとするからよ。では、頃合いを見て、物資をかき集めに改めて来るとしましょうか。ただしアラーム付きの腕時計はこの私が引き継いでおくぜ。ほんと、変なところでたくましい子ですわね。窓から邪魔するで。邪魔するなら帰って。あいよ。しかし、まさかこの時に備えて、食料の備蓄だけでなく、大型のバッグにハンマーまで常備してたとは、さすがタコネーだな。それはサバイバル用でなく、ただのアパラチア山脈アタック用ですわ。とにかくこれは非常事態なので、ありがたく使わせてもらうぞい。どうぞ、私もいくつか備品を持ちますわ。ようやく落ち着けそうだな。茜ちゃんの引っ張ったゾンビが戻ってくるまで、まだしばらく時間はあるようですし、今のうちに情報を集めましょうか。そういえばちょうどテレビにラジオの時間だったな。それでは新しい情報を持っている人とお話しします。トビッキー・ズンダーさん、聞こえますか？しっかり聞こえてますよ。封鎖区域の中の人の声を聞きたいということですね。私はウエストポイントに住んでいます。当時、私はいとこに会いに出かけました。ですが、その前日の夜は異様なものでしたよ。数機のヘリがマルドローに向かって低空飛行していたのです。ご存知の通り、マルドローは軍の町です。大抵の夜は軍の兵士たちに私のお店で飲み物を出すのですよ。少々場違いに見えましたね。今は妹とズンダ虫と一緒に住んでいます。ズンダの神に感謝ですね。何しろ1週間も会っていませんでした。この馬鹿げたことは一体いつまで続くのでしょうか？あなたはわかりますか？残念ながらわからないですね。お話いただきありがとうございました。これは封鎖線を設けた時の様子でしょうか？それにしては動きが妙というか。タコね、さっきから険しい表情してどうしたんだ？いえ、よくよく考えたら、たった1日かそこらでここまで見事に封鎖線を設けるというのも早すぎると思いまして。しかし、事前に準備していたのを目撃された、とすると辻褄が合いますわね。政府はこうなることを知っていたとでも言うのか、また。私の考えすぎだといいのですけど。そんなことより飯にしようぜ。良い匂いがしてきましたわね。冷凍保存が効いててよかったですわ。飯は私の方でやっておくから、タコ姉は先に風呂場で私らの服についた返り血を落としといて。おっと、それもそうですわね。
目覚ましのセット。よし。深夜のラジオの時間だぜこら。では見張り番を交代制にして、私は一足先に寝ますわね。あいよ、おやすみ。マディソンメタンとお電話がつながっています。これは企てられたものだと言いたいわね。企てられたとは感染症のアウトブレイクの件でしょうか？数えきれないほどのヘリ、数えきれないほどの兵士、ちょうど姿を現した。私の友人が砂漠の嵐作戦に派遣されたが、これだけの規模を1日配備するには無理があるわ。政府は事前に嵐が起こることを予見していた。これが起こることを知っていたのよ。マディソン、どうなのでしょう？政府はあらゆる不測の事態を考慮する必要があります。オハイオ南部を封鎖したのは、その不測の事態が起こったってことよ。確かに着眼点はいいですね。次の人。それでは CM の後に、ありがとうございました。なんだかタコ姉の言ったことそのままみたいで怖えな。この日、ジョン・マックルー司令官による記者会見で、最初の公式声明が発表された。病名は依然として不明。インフルエンザに類似、パニック障害、並びに錯乱を誘発する。封鎖区域内で死者が確認されたなどの根拠は一切ない。軍は封鎖区域を維持するために武力を行使し、飛行禁止区域に関しても当面維持されるだろう。という、ノックス事件の被害拡大はあくまでも阻止されているというものであった。